岡プラです。今回はココエンジェルさんよりソウルパワー小型充電式エアブラシモデル04ネオを提供していただいたので、こちらを使って HG ライジングフリーダムを全塗装していきたいと思います。コンプレッサー部分は想像していたよりもコンパクトで軽いですね。綺麗なレッドで高級感があります。バッテリー部分は本体から取り外し可能で、最初から2つ付属しています。充電規格は USB Type-C となっています。スマホなんかの充電器をそのまま使えるのは嬉しいところ。この小袋にはゴムパッキンのスペアとホースに接続するアタッチメントが入っていました。こちらが付属しているハンドピースです。口径は 0.3mm でダブルアクションとなっています。付属のアタッチメントを使えば手持ちのコンプレッサーにも問題なく接続できました。コンプレッサーとハンドピース、バッテリーすべて含めても約 350g ととても軽いです。これなら長時間使用しても疲れにくそうですね。使用する前にバッテリーはしっかり充電しておきましょう。残量確認用のランプがあるので充電タイミングも分かって便利ですね。エアブラシの性能を把握するためにも、はじめに光沢の塗装を行ってみましょう。光沢のある塗装を実現するには主に2つの要素が重要となってきます。1つ目は希釈率ですね。希釈率はなるべく薄く希釈した方がより平滑な塗面が作れますが、薄めすぎると塗料が垂れて失敗してしまいます。使う塗料にもよりますが、だいたい1対2から1対3の希釈率が目安となります。2つ目はエア圧です。エア圧が弱いと塗面が平滑にならず、柚子肌になってしまい綺麗な光沢が作れません。光沢塗装を行ってみることでエア圧が十分かどうか確認できるというわけです。それではテストピースのスプーンを塗装していきます。まずは砂拭きを行って塗料を垂れにくくしておきましょう。少し乾燥するのを待って、今度は一気に塗料をのせていきます。塗料が垂れないように気をつけながらも、エアブラシの距離はなるべく近づけて塗装するようにしましょう。はい、ツヤツヤの綺麗な塗面が作れましたね。乾燥後の状態がこちらです。手のひらがバッチリ反射するくらい綺麗な光沢塗装ができています。この小型の充電式エアブラシでここまでしっかりとしたエア圧があるのには驚きました。これならカーモデルとかのキットも光沢仕上げで問題なく製作できるでしょう。次に確認しておきたいのは細拭きの精度ですね。このコントロールがしやすいかどうかで塗装のバリエーションの幅が決まってきます。希釈率1対2でこれだけ細く拭ければ十分でしょう。この充電式エアブラシ1つあれば光沢塗装から細かいグラデーション塗装まで幅広くこなせそうです。エアブラシの性能が分かったところで製作するキットを組んでいきましょう。今回は HG ライジングフリーダムをこの充電式エアブラシのみで全塗装していきます。パチパチとパーツを切り出してさっくりと仮組み完成です。HG ながらパーツが大きく迫力がありますね。パーツ数も HG にしてはやや多かったので、充電式エアブラシのバッテリー性能も重要になりそうです。塗装前に簡単な加工だけしておきましょう。既存モールドの筋彫りと少し寂しいパーツもいくつかあったので、肩アーマー、フロントスカートあたりに筋彫りを追加しておきました。あとはゲート跡のヤスリがけですね。ゲート跡は塗装後も目立ってしまうので、400、600、800とヤスリがけしておきました。今回は充電式エアブラシによる塗装を見たいので、加工は最小限にとどめています。パーツをしっかり洗浄してから塗装作業に移ります。まずは本塗装の前に下地をサーフェイサーで作っていきます。使ったのはガイアノーツのサーフェイサーエボブラックです。私は普段サーフェイサーを拭くときは 0.5mm の口径のハンドピースを使っていますが、今回エアブラシの塗装は全て充電式エアブラシで行っていきます。サーフェイサーは塗料の中でも粒子が大きいので、エア圧によっては詰まってしまうことがありますが、この充電式エアブラシは問題なくサーフェイサーも拭くことができました。それだけ強いエア圧が安定して出せているということですね。
次に内部フレームの塗装です。内部フレームのパーツにはスターブライトアイアンを吹いていきます。メタリック塗料もソリッドカラーと比べて金属片が入っている分、粒子は大きく安定したエア圧がないと塗りムラの原因となってしまいますが、こちらも問題なく綺麗に塗装できましたね。この充電式エアブラシのバッテリーには制御システムが搭載されているとのことです。そのため安定したエア圧がバッテリー切れの瞬間までしっかりと持続する構造になっています。バッテリー残量の低下に伴ってエア圧が下がるということがないので安心して塗装作業が行えます。青と白のパーツにはグラデーション塗装を施して重厚感をアップさせたいと思います。黒サフを塗装したパーツに対してハンドピースのニードルを絞って細吹きしていきます。エッジの黒サフを残すように少しずつ塗料を吹いていきます。この細吹きの作業はハンドピースの精度が重要なんですが、非常にコントロールしやすかったですね。充電式エアブラシから据え置き型のコンプレッサーにステップアップしても十分メインのハンドピースとして使っていける精度があると思います。今回塗装作業は割とまとめて長時間一気に行いましたが、バッテリーが2つあるので塗装中に予備を充電しておけば充電が切れてもバッテリーを交換してまたすぐ作業が再開できます。HG とはいえこのキットね結構パーツ多かったんですよね。この量を待ち時間なく塗装できたのでバッテリー容量も問題なしですね。ツインアイは蛍光塗料で塗装してブラックライトで発光するようにします。まずはラッカー塗料の蛍光ブルーグリーンを塗装して、その後エナメル塗料のブラックを上から覆い隠すように拭きます。乾燥後にエナメル溶剤をつけた綿棒で目のところだけ慎重に拭き取ります。ブラックライトを当てるとこんな感じですね。その他の細かい作業は割愛しますが、基本的な墨入れ、デカール貼り、トップコートをして完成となります。はい。ということで、HG ライジングフリーダム完成です。今回はグラデーション塗装以外、基本的な工程しか行っていませんが、なかなか渋くてかっこいい仕上がりになったんじゃないでしょうか。塗装前との比較はこちらです。エアブラシがあると、グラデーション塗装とか色変も気軽にできて、表現の幅がぐっと広がりますね。塗装を重ねることで嫌なプラスチック感もなくなってずっしりとした重厚感が簡単に出せます。素組みからのステップアップにこの充電式エアブラシがおすすめな理由はいくつかあります。一つ目としてはやはり安価なことですね。エアブラシを導入するかどうか悩んでいる時に金額は大きな要素になりますよね。このエアブラシは Amazon で8599円で販売されています。レッドとブラックの2色から好きなものを選択できるようになっていますが、据え置き型のものを買う場合、コンプレッサーだけでも1万円超えるモデルが多いので、この値段でコンプレッサーとハンドピース、さらには予備のバッテリーまで揃うのは非常に魅力的ですね。2つ目として置き場所を確保しなくていい点もエアブラシ導入のハードルが下がります。据え置き型のコンプレッサーはある程度大きさもありますし、電源の確保や騒音も大きくなるので、その対策も必要になります。模型制作専用の部屋を確保するとなると、かなりハードルが上がってしまうと思うので、置き場所が不要で騒音も気にする必要がないのは大きなメリットとなるでしょう。3つ目の理由として、ワイヤレスで使えるのも大きなポイントです。ワイヤレスで使える最大のメリットは青空塗装ができることでしょう。要はベランダとか庭に作業机だけ置いて塗装する方法ですね。簡単に青空塗装ができると塗装ブースを買わなくても塗装作業ができるようになります。これも先ほど述べた金額面、場所の確保を大幅に軽減してくれますね。しっかりした塗装ブースとか 4,5 万くらいしますからね。以上の理由により素組みからのステップアップにはこの充電式エアブラシを強くお勧めします。そしてこのハンドピースは使い勝手も精度も優秀なので、本格的な道具を買い揃えた後でも十分活躍してくれるでしょう。エアブラシの導入を迷っている方は、ぜひこの充電式エアブラシを選択肢に入れてみてください。それではまた次回お会いしましょう。オカプラでした。